きシリーズとうとう始めたいと思います。始めるにあたってこれ何種類か分からんけどいっぱい種類入ってるやつ買ってきました。多分大概の量はこれで足りると思うけど、じゃあ使う色がやっぱ日本の象徴といったら赤とちょっと縁取りで使う黒と、それから白も一応ちゃんと使ってここも塗っていこうかなと思います。じゃあ外からやっていきます。外は何でやるかな、アウトラインステッチで縫い進めていきたいと思います。でやっぱ一番初めは自分の国から始めたいよね。日本のことについてちょっとだけ話していこうかな。日本の国旗は通称日の丸って言われてて、正式名称は日章旗っていうらしい。この真ん中にある赤い丸は太陽を象徴してる。すごいシンプルな旗やな。いろんな国の国旗見た中でもみんな日本って聞いたら何を思い浮かべる？やっぱり食べ物とか安全性とかアニメとか思い浮かべるかな。アメリカに住んで思うのが、日本ってやっぱりいい国やなって思う。安全ですごいすっごい住みやすい。日本人からしたら何より食べ物が安いな、すっごい実感する。生ものとかお寿司とかさ、ラーメンとか日本特有のものがお手頃な値段で食べられるっていうのがすごくいいと思う。アメリカでそんなもの食べたら日本円換算してだいたい3000円2000円から3000円くらいするから、日本やったら1000円とかで食べれたりするやん。これさ思ったけど多分15分とか10分で終わらへん内容やな。後付けで喋った方がいいかもしれへんな。動画を先に編集して後で時間に合わせた内容を喋るっていうのがもしかしたらいいかもしれん。だってこれ全部10分で終わると思えん。それか1部2部3部とかに分けてやるしかないな。そっちの方がいいかな。時間に関して分からんから今日とりあえずやってみて、時間かかりそうやったらやり方変えるわ。でもどう考えても1回では終わらへんな。これ国旗のサイズもだいぶでかくしてるからちょっと考えが甘かったかな。じゃあちょっと回収終わるまでスキップします。終わりました。じゃあ次は多分この日の丸やって今日おしまいかな。予想以上に時間かかってるわ。真ん中の日の丸やってきます。ぶっちゃけ図案がずれてしまってちょっと心配やねんけど、日本の人口は去年の1月時点では約1億2600人以上って言われてる。知っての通り首都は東京です。日本は大小さまざまな国から連なる国で47都道府県あります。各都道府県にはそれぞれ特色があって、どの県に行っても行くたびに違う経験ができる。食べ物もそうやし雰囲気もそうやし
難しいとされているのが日本語。確かに日本人の自分でも日本語ちゃんと使い分けれてるかって言われたら全然無理やし、やから余計に日本で日本語喋ってる外国人見ると尊敬に値する。すごいと思う。ちゃんと日本語を使い分けて日本人に伝わるように喋れてるっていうのが。それから日本には式が4つあります。どこの国っていうか大体の国には式4つあるけど、日本の式はその違いがよく見れるようになってる。春夏秋冬ってちゃんと4つあって、もし日本に旅行に行くならおすすめは春の時期か秋の時期だから、2月から4月くらいか、そうやな、10月から11月くらいにかけてが過ごしやすい気温になるかな。日本の夏はクソ暑いからあまりおすすめしない。あと梅雨もあるから、もう梅雨に入ったらただただ湿気がすごい国なんねや。だからあまり夏に観光するのはおすすめしない。いいところではあるねんけど、あんまりおすすめしないかなってところ。ちょっと集中して日の丸終わらせたいと思います。日本で有名なものといえばやっぱりアニメと食べ物が上がってくるかな。やっぱりその2つが有名なところちゃうかな。歴史的にも面白い国やけど、日本の歴史について好きな人がなかなかおらんから、やっぱり注目を浴びるのは食べ物とアニメとかになってくると思う。大体の観光客の目的はアニメやったり食べ物が多いな。それから日本は自然災害が比較的多い国やと思う。自分が住んでて思ったのは、地震やったり台風やったり大雨とか結構頻繁に起こってた。だから地震に対する対応とか割としっかりしてるし、OK、半分終わります。思ってた以上にだいぶ時間取ってるから、ちょっとこれから撮影して声は後付けでつけようかなと思ってる。いつも撮影しながら喋ってるけど、多分今回このシリーズは塗って録画して、その時は声入れずに撮影して編集する時に後付けでいろいろ喋るって形がいいんかなと思う。あともう結果見えてんねんけど、多分これめっちゃ汚い二の丸になってしまう。自分の国やのにちょっと残念やねんけど、それはその縫い始めたのも最近やからしょうがないかって諦めていう気持ちでやっていくしかないかな。やべえ、3分の1も終わってないわ、今日の録画で。よいしょ、じゃあとりあえず今日はここまでにしようかな。残りの赤いとこはここちょっと時間外でやっとくわ。で、次撮影するときはこの白いとこと日本の国旗は割ろうと思います。じゃあ次回会いましょう。バイバイ。